皆さんこんばんは。三島由紀夫です。今日は日本人が大好きで、しかし一番直視したくない話をいたしましょう。天才、秀才、凡人、この三つどもえの悲劇についてです。まず最初に申し上げておきますが、自分で私天才なんでと言っている人は9割9分天才ではありません。単なる目立ちたがりか、現実からの逃避者です。本物の天才っていうものは大体自分を嫌ってますからね。自分の才能の歪み、過剰さ、社会との噛み合わなさに誰よりも早く気づいてしまう。だからこそ孤独になる。現代の日本では本屋に行けば凡人のための成功術とか秀才に勝つための勉強法とか、そういう実用書ばかり山積みになっています。そこに天才のための本がないのはなぜか。簡単です。天才は本で会にならせないからです。組織にとっても学校にとっても社会にとっても天才は扱いにくい。だからいないことにしておく方がみんな安心できる。しかし歴史を動かしてきたのはいつだって少数の天才でした。ことに芸術や思想の世界では凡人の共感や秀才の再現性を裏切る者だけが新しい地平を切り開いてきたのです。天才とは何か。それは一般性への反逆です。多数派の安心や常識に対して存在そのものが反旗を翻してしまう人間。その代わり本人の人生は大体悲惨です。気楽な天才などほとんど存在しません。一方で秀才というのは社会が最も愛する人種です。学校でいい成績を取り、会社に入っても要領よく立ち回る。論理もわかる、空気も読める、締め切りも守る。私も作家としては締め切りだけは秀才的に守ってきましたが、それは職業倫理であって天才性とは別物です。秀才とはすでにある答えを最も上手に再現できる人です。だから試験にも強いし、組織の歯車としても優秀です。ただし秀才は新しい問題を発明することが増えてです。彼らはすでに用意された問いに対して満点を取る訓練を積んでいる。けれども世界を変える問いというのは答案用紙には印刷されていない。そこが致命的な差です。社会が秀才ばかりになると何もかもそこそこ合理的になり、誰も大きな間違いも大きな飛躍もしなくなる。つまり安全で退屈な国が出来上がる。では凡人とは何か。ここで耳の痛い話をいたしましょう。日本人の大多数は凡人です。これは悪口ではありません。統計的な事実です。凡人とは平均的な能力を持ち、平均的な欲望を持ち、平均的な不満を抱えながら生きている人々のことです。そして社会を物理的に支えているのは圧倒的にこの凡人たちです。工場でも役所でも家庭でも凡人の労働と我慢なしに文明社会は成り立たない。問題はこの凡人たちが自分を凡人と認めようとしないときに起きます。自分は本気を出していないだけの天才だとどこかで信じている。だから本物の天才に出会うと不快になる。なんだあいつはと足を引っ張る。その結果どうなるか。天才は組織の中で孤立し潰される。あるいは最初から表舞台に出てこない。最近話題になっている天才を殺す凡人という図式は大体これです。ここで一つ現代日本の奇妙な偽善を指摘しておきます。口では多様性と言いながら実際に一番許容されていないのは圧倒的な才能です。少し変わった趣味や生き方の違いには寛容であるふりをするのに、本当に飛び抜けた頭脳や感性に対しては徹底的に平均へ引きずり下ろそうとする。みんな違ってみんないいと言いながら、でもあんまり違うと困ると心の中でつぶやいているのです。では天才秀才凡人のどれに生まれついたかで人の価値は決まってしまうのか。私はそうは思いません。なぜなら人間には核というものがあるからです。これは頭の良さとは別の話です。どれだけ自分の背を引き受ける覚悟があるか、どれだけ自分の凡庸さや歪みを直視できるか、その一点において人は凡人にもある種の天才にもなりうる。本当の天才は自分の才能を誇るより先にその危険さと孤独に怯えています。だからこそ自らの運命を選び取る覚悟がいる。私が肉体を鍛え武士道に憧れ、最後は命を落とすという極端な道を選んだのも自分の言葉と生徒を一致させるためでした。そこにおいてのみ天才も秀才も凡人も同じ土俵に立つ人間としてどこまで自分の信じるものに責任を取れるかという土俵です。秀才にとって大事なのは自分が再現の名人であることを自覚することです。その上で自分は何を再現しているのかを問うことです。流行の価値観なのか、一時の流行家のような思想なのか、それとも100年後も通用する原理なのか。ここを問わない秀才は
どれほど優秀でもただの高性能な歯車に過ぎません。凡人にとって必要なのは凡人であることの誇りです。誇りというのは開き直りとは違います。どうせ凡人だからと投げ出すのではなく、凡人だからこそできる役割があると知ることです。大工も看護師も農家も兵士もその多くは凡人でしょう。しかしその凡人たちが日々の責任を果たすことで文明の柱を果たっている。天才一人では家一軒も建てられないのです。では天才を自称している視聴者のあなたに申し上げましょう。本当に天才ならわざわざ自称している暇はありません。周囲の理解が追いつかず誤解され怒られ時に罵倒されながらも何かを作らずにはいられない。その衝動に一生を消費する。それが天才という生き物です。成功するかどうかは別問題です。天才は当たるかどうかではなく、やらずにいられるかどうかで決まるのです。そして最後に厄介な真実をお話しします。社会は天才を必要としていません。社会が必要としているのは天才のふりをした扱いやすい秀才です。少しだけ奇抜で、少しだけ個性的で、しかし根本的な秩序は決して壊さない人たち。そういう安全ななんちゃって天才をテレビに並べておけば、大衆は程よく刺激され、しかし本気で世界を疑わずに進む便利な時代です。しかしあなたがもし本当に世界を変えたいと願うなら、まずは自分の中にいる凡人性と対決することです。人並みでいたいという甘さ、嫌われたくないという弱さ、責任を負いたくないという怠惰、これらと戦うことなしに天才を論じる資格はありません。天才とは頭の良さ以前にこの戦いから逃げない人間のことなのです。結局天才、秀才、凡人の違いは生まれつきの能力だけでなく、どこまで自分の運命に責任を持つかという覚悟の差として現れます。凡人でも覚悟を決めた瞬間から凡人らしからぬ生き方が始まる。秀才でも覚悟を放棄した途端、ただの器用貧乏になる。天才でも覚悟から逃げれば悲劇にもならない中途半端な人生で終わる。あなたはどこまで自分の人生を引き受けるつもりですか？天才か秀才か凡人かというラベルは他人が勝手に貼ればよい。自分で決めるべきなのは、今日一日をどんな覚悟で生きるかということだけです。才能はままならない。しかし覚悟だけはいつでもあなたの自由です。そこから先はあなた自身で選んでください。ではまたお会いしましょう。